こんにちは、さおりです。10月末に農作業を終え、11月から日本一周の旅に出ています。今回はその車とトレーラーを紹介していきます。まず、旅のスタイルはこんな感じです。車はジープのラングラー、トレーラーは手作りです。全長は約10メートル、幅 2.4 メートル、高さ3メートルです。まず車を紹介するんですが、その前にプリンセスには王子様もいらっしゃったのですねというコメントをいただいたのですが、王子ではないです。どちらかというと鍛冶職人みたいな。なので今回は鍛冶職人による作品紹介っぽくなるかもしれませんが、良ければ見てください。まず車です。ラングラーも元の状態とはだいぶ変わっていて、バンパーやサイドステップは手作りです。北海道では鹿が急に飛び出してくることがあるので、鹿とぶつかっても車が故障しないようにこのデザインになってます。サイドステップも独特な形をしていて気に入っています。車の上にはルーフキャリアを取り付け、予備のタイヤや工具とそろそろ寿命が来そうな予備パーツ、オルタネーターやブレーキパッドが載っています。車の後ろに来ました。本当なら後ろにスペアタイヤが来るんですが、取り付ける部分を改造して、ガソリンタンク20リットルを2つ積んでいます。山道に入ってしまうとガソリンスタンドがないので、もしもの時のために常にガソリンを入れています。車内にはモニターが2つついています。大きい方のモニターは4画面にしていて、上の画面2つでトレーラーの後ろが見えるようになっています。左下の画面で牽引部分の確認、右下の画面で車の前方を確認できます。小さいモニターは助手席側につけています。結構負担がかかる車なので、何かあった時すぐ気づけるように足元を映しています。次にトレーラーの前の部分を紹介します。ヒッチキャリアを取り付けて、その上に荷物を載せています。箱の中には発電機が入っています。ポータブルバッテリーの充電に使います。箱の側面を切り抜いて、蓋を閉めた状態でも吸気と排気ができるようになっています。その横には発電機用のレギュラーガソリン、それとトレーラーの中にあるヒーターのための軽油です。あと今回の旅から太陽光パネルが仲間入りしました。観光地など長時間車を動かさないときは、日の当たる方に太陽光を向けて置いておくようにしています。そしたら次にトレーラーの中を紹介します。入るとまずドアの内側には日本中のステッカーが貼ってあります。これはすべて日本一周1回目の時に集めたものです。めちゃくちゃ思い出深い扉になってます。入って右側はご飯を食べる場所です。天気がいい日は左右の小窓から日が差し込んで、トレーラーの中がとても明るくなります。座ってみるとこんな感じ。左側にはまずキッチンです。外食はやはり高いので、朝と夜は自炊します。キッチンのスペースを広めにとっているので、思う存分調理できます。シンクもついていて、ボタンを押すと水が出てきます。ただ、お水を確保するのが大変なので、できる限り使わないようにしています。なので、食器とかもサランラップを引いて使っています。シンクの下には給水タンクと排水タンクがあります。家庭用のバスポンプを使って蛇口までお水を運んでいます。キッチンの下には冷蔵庫、電子レンジもあります。奥の方には調理器具やお米などが置かれています。シンクの横は調味料スペースです。そしてそのお隣の上にある3つのケースにはサランラップやふりかけ、パンとか、
そういったちょっとしたものが入ってます。その下の収納ケースは、1つは食器入れ、あとの3つは着替えが入っています。これは宮崎県で見つけた鹿ちゃんです。収納ケースの下にはまずヒーターです。冬旅には必須アイテムです。ちなみに吸気と排気はこんな感じで外に出ています。ヒーターの横にはポータブルバッテリーがあります。主に電気、ヒーター、電子レンジの電力として使います。そしたら寝る状態にしていこうと思います。まずネジを外してテーブルを畳みます。テーブルを下ろしてフラットにしてソファーになっていたマットを広げます。最後に2段ベッドを下ろして、これで完成です。ちなみに上からの景色はこんな感じ。トレーラーのいいところは高さがあるところで、180センチ超えの鍛冶職人でも余裕で立てます。ということで、車とトレーラー紹介でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。